皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のホブスクラです。今回はニコンのフィルム一眼レフカメラ、ニコン U について話します。このニコン U は2001年の3月発売です。2001年の3月の出来事っていうのを Wikipedia で調べたところ、31日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開園、それからバンプ・オブ・チキンの天体観測が発売したのが3月14日らしいです。それから直後の4月1日に桜銀行と住友銀行が合併して三井住友銀行ができたっていうのもこの頃らしいです。というわけでもう21世紀に入ってからのカメラっていうことになるんですけど、なのでフィルムカメラなんですけど、見た目も操作もデジタル一眼レフととても似通ってます。このニコン U というカメラのネーミング、それまでのニコンの一眼レフと異なります。ニコンのオートフォーカスの一眼レフは F401 とか F80 みたいな F 何々っていうネーミングだったんですね。なんですけど、多分キヤノンの EOS キスとか、それからこのチャンネルでも紹介したミノルタアルファスイートみたいなエントリー機種としてのマーケティングを狙った名前を付けたんだと思います。ただ、ニコンというメーカーのイメージ通り、エントリー機種であっても、作りはとっても真面目で、触っていてとっても安心感があります。ニコンのカメラっていう先入観が多分に影響してる気はするんですけどね。ちなみにこのカメラは、海外ではニコン F65 とか N65 という名前で販売されたらしくて、大体の立ち位置っていうのがわかると思います。というわけで、撮影した写真を見ていきましょう。レンズは、本当はこのニコン U と時代が近いのは28から 80mm のズームなんですけど、今回は家にあった35から 80mm をつけて撮影しました。フィルムはコダックのカラープラス200です。はい、結構ピーカンの条件で、フィルムも ISO200 だったんですけど、絞り優先で可能な限り絞りを開き気味で撮影してみたんですよ。せっかく使ったことないレンズだったので。そしたら、思いのほか、昔のフィルム時代っぽい絵面の写真になってしまったんですね。決してニッコールの35から 80mm ってズームが悪いレンズというわけじゃないと思います。でも、コダックの安いカラーネガの流浄感と90年代のズームレンズっていう条件が合わさったことで、見事に1990年代の実家にあったような一眼レフで撮ったっぽい写真ができちゃったというわけです。この落差、現像が上がってきてデータとして取り込んだ時、本当に驚きました。ニコン U っていうカメラは、ファインダーを覗いて撮ってるときは、感覚がデジタル一眼レフそのものなんですよ。ペンタミラーを使ったエントリー機特有のファインダーの感じとか、D3000 番台のデジタル一眼レフとそこまで変わらないです。なのに、上がってきた写真を見たら、デジタルの写真と全然違う色の感じとか、粒子の感じとかが、フィルムそのものっていう、本当に落差がすごい、こう来たかっていう驚きがありました、本当に。ちなみに今回全部のカットではないんですけど、日付を写し込んでます。その理由は後で話します。というわけで撮った写真を見てきましたけど、その中でも話したように、操作をしている感覚はもっと後の時代のデジタル一眼レフそのものです。順番としては逆で、こういうフィルムカメラを元にデジタル一眼レフの操作系ができたわけなんですけどね。ニコンのデジタル一眼レフを使っていた方には伝わると思うんですけど、操作も同じです。シャッターボタンの周りのスイッチで電源を入れて、左肩のダイヤルでモードを設定する。エントリー機なのでダイヤルは後ろ側だけです。電池は CR2 リチウム電池が2つ。これはミノルタのアルファスイートと同じ電池なんですけど、アルファスイートはコインで蓋を回さないといけないんですけど、こちらは蓋のバネロックを爪で動かして開ける構造で、こっちのが好きですね。あとは、電池の蓋のヒンジが軟質のプラスチックを薄くした構造じゃなくて、ちゃんと軸を設けた構造になってるっていうのがすごく偉いです。外装も内部のフィルムレールもプラスチック製ですけど、マウントは金属製です。エントリー機とはいえ、ニコンのブランド力も相まって、触っていて嬉しい感覚のカメラに仕上がってるんじゃないかなと思います。でも、私自身、ニコンのカメラっていうだけで、バイアスがかかっちゃってる自覚はあるので、それもどうなのって思うんですけどね。シャッタースピードは2000分の1秒までで、これはそこそこのスペックです。とはいえ、ミノルタのアルファスイートは4000分の1秒まで切れるんですけど、キヤノンの EOS キスシリーズはどれも2000分の1秒までなので、十分と言えるんじゃないかなと思います。ニコン U は比較的発売の年代が新しい機種なので、ニコンの公式サイトに当時のコンテンツが残ってます。スペックなどはそこに書いてあるので、ぜひご覧ください。解説欄にリンクを貼りました。年代が新しいって言いましたけど、もう20年前のカメラなんですよね。これ。さて、今回の作例では日付を写し込んだわけですけど、これは理由があってのことでした。Twitter のカメラ界隈でも2019年に話題になったんですけど、
多くのフィルムカメラの日付の打ち込み機能って、年が2019年までしか対応してないんですよ。例えば、このチャンネルで動画にしたミノルタアルファスイートでは、2019年の次は1994年に戻ってしまいます。ところが、このニコン U は、年が2049年まで対応してるんです。この動画をアップしているのが2021年なので、あと28年くらいは使えるっていうことですね。ちなみに今回この動画を作るために調べていたら、ニコンの過去のニュースリリースに日付打ち込み用のボタン電池が早く消耗してしまう不具合があるっていうことが書かれてました。2011年まで無償で修理をしていたみたいなんですけど、多分対策品に交換修理してない人の方が多いと思うので、中古を買うときは修理されてないことを前提に買った方がいいと思います。最後にこのカメラの不具合なんですけど、グリップがベタつきます。ニコンやキヤノンの一眼レフでとてもよくありますね。今回は無水エタノールでベタつきを拭き取ってから微量のシリコンスプレーをキムワイプに染み込ませて表面を磨きました。それでもこのニコン U っていうのはあんまり特有の不具合、持病ってものがない類のカメラだと思います。同じ時期のエントリー一眼レフだと、ミノルタはファインダーが黄色く変色してしまうし、ペンタックスは確実にギアが割れて動作不良を起こすので、やっぱりニコンとキヤノンは安定感があるなと思いました。というわけで、ニコン U について話してきました。私がフィルムカメラの趣味を始めたのは2000年代の中頃なので、このカメラが新品で売られていた期間とギリギリ被ってたんですよね。でも当時、全く興味を持たなくて黙殺してたんですよ。まあ、カメラに限らないですけど、15年くらい経つと趣味の対象として振り返られるっていうのは本当によくあることなんだと思います。というわけで、ニコン U のお話でした。ありがとうございました。オブスクラでした。